すいません、ヘリください。あざーす。おお、パイプじゃ飛ぶんじゃ、リログじゃ伸びたー。本飯 MDS です。みんなパイプ使ってる？なかなか仕様が特殊で使い方がよくわからないって人も多いと思います。そこで今日はパイプの基本的な使い方から危険な使い方まで紹介します。ちなみに冒頭のヘリは危険です。あと残念ながらパイプはヘリに機能しません。まずはパイプの基礎から。パイプはつなぐと4秒に1個のペースでアイテムが移動します。複数つないでもちゃんとそれぞれが機能します。パイプのつなぎ方は少し特殊です。アイテムをしまいたいチェストに出口パイプをつけます。アイテムを取り出したいチェストに入り口パイプをつけます。入り口パイプを狙って右クリックを長押し、そのまま出口パイプを狙って左クリック。これでつながります。どうあっても直線でつながらないのは修正待ちだね。上手につなぐコツは USB を挿すような気持ちでつなぐこと。パイプにまっすぐ刺さらないとつながりません。角度が急すぎたり障害物があると赤くなって設置することができません。パイプは本当に障害物に敏感です。例えばクラフトコネクターと重ねていると中継パイプが刺さりません。パイプを先に置いてからクラフトコネクターを置くことはできます。順序が大事だね。注意点が3つあります。1つは入り口パイプをつけるとすぐ中身が出てくること。コストの安いドロッパーだね。飛び出す時間もドロッパーと同じ8秒です。なぜか4秒ではない。2つ目はつないだパイプがチェストに重なっていたりすると荒ぶります。特に近距離で設置したり変なつなぎ方をするとなることがあります。こうなると天空に吹っ飛んでいったりするので要注意。そして3つ目は結構重大なバグです。送り先にアイテムを送れない状態でも送ろうとしてアイテムが消えます。チェストがパンパンになっていたりチェストを開きっぱなしにしてると発生するバグだね。これは困る。早く直してほしいね。基本的にはこれでパイプを扱えるようになると思います。そしたら次は応用編。パイプのメリットといえばコンベアやアブソーバーの輸送に比べて軽いこと。デメリットは短距離だと限界があってせいぜいこのぐらいしか距離を近づけられません。これはまっすぐに見えるけど残念ながらすっごい曲がってます。ただ遠距離はそこそこ優秀です。床にして20枚分の距離までなら遠隔でつなぐことができます。この遠隔接続を利用すると、例えばカニカゴに入り口パイプをつけて水に沈めた後、海底から地上のチェストにパイプをつなぐことができます。カニカゴはモノリスが必要なのでモノリスを置いておきましょう。カニカゴを置いておくと地味に集めるのがめんどくさいアイテムや金策アイテムを入手できるからおすすめ。ただし普通には捨てられないゴミも出てくるからそこは注意。もし拾っちゃったら X を押しながら左クリックして捨てましょう。もちろんもっと遠距離でも大丈夫。何回かつなぐ必要はあるけど岩盤から拠点まで持ってくることもできます。中継パイプはすごい数必要だけどね。これは小ネタなんだけど伸ばしたいパイプがモノリスの範囲内にあればドローンを近づけることで無理やりプレイヤーの元につなぐことができます。この時の接続上限は中継パイプ50個分。手に持ってるパイプの半分の個数までつなげます。でもわざわざモノリスを置くのもドローンを派遣するのも手間だね。普通に20個以内の距離でつなぐのがいいと思います。直線につないだら今度は下に曲げたくなると思います。中継パイプは90度みたいな急な角度にはつなげられないです。でも多少なら曲げることができるので、このように少しずつ段階を踏むことで90度に曲げることができます。下にも上にも横にも同じように何回かに分けて曲げることで好きな方向に曲げることができます。上下につなぐときはプレイヤー視点だとつなぎづらいこともあるのでドローンを活用しましょう。ちなみにパイプは出口から中継パイプを伸ばすことはできません。必ず入り口側から伸ばす必要があります。入り口側から出口側に向かえばいいので、入り口パイプから中継パイプ、中継パイプから出口パイプはつなぐことができます。覚えておきましょう。パイプは輸送が遅いので複数つけたい場合も多いと思います。でもパイプを隣接しておこうとするとなかなかうまくつながらない。これはパイプが障害物に弱いことが原因です。パイプは設置するとなぜか曲がるから、これが隣のパイプに干渉しちゃうんだね。
これに対して緩和策をいくつか紹介します。まずはパイプ同士を極力離す。距離があれば干渉もしにくくなります。設置箇所に余裕があるならなるべく遠くなるようにパイプをつけましょう。次は配置する順番。パイプの曲がり方は立ち位置や角度によって一定の法則があります。傾向としてはプレイヤーから見て左側に曲がりやすいです。パイプの曲がり方が外側になる方から順番に設置すれば隣接させやすいです。他にも立ち位置を調整する。一度赤くなると青くなりにくくなる性質もあります。うまく設置できないときは一度手を離してプレイヤーの立ち位置を動かすことも有効な対策となる場合が多いです。これでもダメなら勢いで置く。クラフトピアには一瞬だけ建築できるという状況はよくあります。一瞬でも青くなって接続される瞬間があればつなぐことが可能です。パイプの配置は刹那の見切りをやるつもりで挑みましょう。チップス。毒沼の宝箱は水位バグのおかげで放置するだけで開く。へー。チャンネル登録高評価お願いします。最後に危険なつなぎ方を紹介します。僕はこれをやった後めっちゃゲームがフリーズするようになったのでマジで危険。そんなのもあるんだなくらいに思っておいてください。パイプは入り口パイプから中継パイプを通って出口パイプに戻るというようにルートが決まっています。一度接続すれば対応するパイプは決まっているということ。つまり接続した後のチェストを動かしてもパイプは機能します。これを利用すると例えばこんなことができます。中継パイプ1個でつないだチェストを遠距離で使う。中継パイプの節約だね。リログすると1個の中継パイプがすんごい伸びる。伸びているところは直線になるので建築にも使えそうだけど危険です。ヘリコプターのパイプはこの方法で伸ばしています。最初のパイプ壁も同じだね。この接続は角度も関係ありません。なので本来つなぐのが難しい縦に並んだ施設もチェストを落としながらつなぐことで簡単に接続できます。ちなみにパイプは1対1で対応していないとリログで壊れるので注意。まあそもそもこの配置方法自体データが壊れる可能性があるのでおすすめできないんだけどね。パイプは用法用量を守って正しくお使いください。ということで危険なパイプのチュートリアルでした。感想やリクエストがあったらぜひコメントしてください。ライブ配信もしているので見に来てくれたら嬉しいです。最後にこの動画がいいと思ったらチャンネル登録高評価の方もお願いします。ここまでご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。